こんにちは、アンナスです。今日もセリアのキットをやっていきます。プリントフェルト、今日はサイズが違うんです。ちょっと大きいフェルトが入っているそうなんですけど、アニマルレトロっていう上級の鳥とクマをやっていきたいと思います。これ布じゃないんですね。フェルトに印刷が入ってるらしいんですけど、まず鳥の方をやってみようと思います。それでは手元の方にどうぞ。はい、では、この鳥の方をやっていきます。中はフェルトなんですね。フェルトに印刷がしてあって、で作り方も書いてある。こういう感じで仕上がりますと。ロング&ショートで埋めてるんですね。あとフレンチノットとサテンしか説明はしてないけど、上級だから知ってますよね的な感じですね。で仕上がりはこういう感じっていうことで、ちょっと色を変えて、で刺し方は私の自分がよくやっている刺し方でやってみようかなと思います。でこれは枠ははめないでやるっていう設定なのかもしれないですけど、これ枠はめるとクマがやりづらいのかな。クマもやりたいので、結構ギリギリこれやるとクマができなくなるんですよね。じゃあしょうがないな。本当は枠したいんですけど、でフェルトって薄いと私は枠をするタイプなんですけど、ちょっとしょうがないので枠なしでやってみようと思います。じゃあまず鳥から刺していきます。2本取り、針に2本入れて、長いのと短いのにして、じゃあ最初玉留めの代わりのものをここに作って、で一つ前の穴に刺して出てるところをハサミで切ります。で最初の刺し始め、いつもねこういう系の鳥を刺すときは私は縦に刺すんですね。でもここにほっぺがあるから、これはツバメっぽいのかな。見本は水色、薄い水色で刺してあるんですけど、これ枠ないとすごい刺しにくいですね。縦にサテンステッチをこうやって入れていきます。で顔が全部埋まったら、続き後ろ背中の方に行きます。はい、結局枠をつけました。ここちょっと挟んじゃうんですけど、もうすぐ外すんだったらいいかなと思って、刺してる時間多分1時間か2時間ぐらいでできると思うんで、その間ちょっと我慢してもらうってことで、でもうくちばしもついでに刺します。もう同じ色で横に2本ぐらい入れとこうかな。で、頭の部分はこの帽子みたいなのがあるんで、こう下に湾曲してへこんでたんですけど、もうそれは無視して鳥の綺麗な頭を作るっていう感じで丸く刺してます。でその後に、背中の方はロング&ショートで刺していきます。もうこのままずっと後ろに向かって
ショートっていうのは1段目ちょっと説明のために途中でやめるんですけど、1センチ以上のサイズだから、この辺ぐらいまではロング&ショートステッチでやります。この背中のあたりから尻尾にかけてはサテンステッチで縦に埋めるんですけど、で1段目はこんな感じで、2段目はちょっと先から出して糸がギリギリになってしまった。前のステッチをザクッと刺して、でまだちょっとこっち下の方が重なる予定があるんで、今ここにザクッと刺したんでちょっと上の方に刺すみたいな感じで、ランダムにいろんな長さを交えて埋めていきます。ちょっと糸がなくなったので新しい糸を出します。新しい糸を出す時は裏に絡めて終わります。でまた裏に絡めて始めます。なので、ここがサテンステッチでいけますね。ステッチの一つの長さが長すぎる場合は分けて刺すロング&ショートで、こういうなんか中間みたいなのが入っててもいいです。もうすでにちょっと向きが変わってきてるんですけど、できるだけ同じように平行に刺すといいです。これがなんか向きがちょっとでも5度ぐらい変わっただけでも結構目立つので、長さはいろいろで、刺す場所もいろんな場所に刺してカモフラージュさせて、なんかパッと見た時にあれサテンステッチでやったのかな、でもよく見たら穴がいっぱいあるみたいな、なんかそういう状況にするとこうサテンステッチとアウトラインロング&ショートステッチのその境目が分かんないぐらいまでこうやってこうぐさぐさ刺しながら埋めていくといいです。はい、ではここまでできたので、続きをもう同じ糸で奥の羽もやっていきます。で刺し方は一緒で、もうこれは全部サテンステッチでいけるんで、もうこの羽のひらひらの細かいとこまでサテンステッチでやります。であとちょっとここを言い忘れてました。ここがなんか日本では下絵のとこはちょっとこれ分かりづらいですね。なんか白でお腹がこれだと分かるかな。ここがちょっと白のお腹を入れますみたいな感じになってたんですけど、全部潰しました。もうなんかこれはやらなくていいかなっていう。多分ね、この絵を描いてる人と刺してる人が違うんだと思うんですけど、結構刺繍にしては細かすぎる表現っていうのが多々出てくるんですね。このクマを見ててもそうなんですけど、なので多分このイラストレーターの人はそれでいいと思って絵描いてるんだと思うんですけど、刺す方にするとこれはちょっと細かすぎて大変だぞみたいなのが、この帽子とかもそうなんですけど結構出てくるんで、もうそういうのは全部潰しちゃっていいんじゃないかなと思います。私もよくやるんですけど、下絵を描くときは絵描いてる時だとちょっと分かんないんで、結構細かいところまでディティールまで表現することがあるんですけど、実際に刺してみるとこれなんか細かすぎるから何やってんのか分かんないだろうなみたいなのがあって、なのでもうそれはなかったことにみたいな感じで図案を修正することはよくあります。なので多分これも多分人が違うんじゃないかなっていう感じです。なので細かいとこはもうどんどん省いちゃっていいと思います。で、線の外側を刺した方がいいですね。これ後で図案消せないので、多分何も書いていないんで多分図案消せないんだと思うんですけど、なので線の外側を刺すようにしましょう。はい、ではできたので、裏に絡めて今度は赤を入れます。
なんかね、見本は白で刺してたんですけど、ちょっと見えづらいですね。なんか多分ツバメだから赤の方がいいかなって思いました。その絵描いてるイラストレーターさんかなはどういうつもりでこの部分を作ったのかちょっとわかんないんですけど、で、この赤い部分と顔の部分っていうのは一つの塊で色が違うだけなので、向きを揃えます。同じ向きで刺すようにしてください。これが向きがバラバラだとなんかちょっと違和感が出るはずです。はい、では次は、三角形の帽子は真っ黒じゃないですね。ちょっとグレーに近い黒で刺します。で、三角を刺すときはまず左右にガイド線を入れて、で間を埋めていきます。で、間を埋めるときに、頂点に全部が集中するとモコモコになってしまうんですね、頂点が。なのでちょっと針1個分2個分ずらして頂点のちょっと下に刺すようにします。今ね3本ぐらい入れてちょうどいいぐらいです。で、最後頂点にもう一回刺すと綺麗に収まります。なんか手前に刺しまくると、手前に刺したステッチと最初の2つのステッチのなんかこう溝みたいなのができるので、目を先にしましょう。これ帽子は後で白でストレートステッチを入れます。ちょっと糸変えるのがあれだったんで、もう先に目はフレンチノットですね。ちょっと上を持って空中で2回巻いて、糸をちょっとこうまたいでほぼ同じような穴に刺します。はい、で、ここ茎のところをアウトラインでやっていきます。アウトラインは1目作ってちょっと先に出して、前のステッチの半分ぐらいのところをギュッと押して糸の下に刺します。糸を割ってしまうと違うステッチに見えてしまうので、必ず糸を避けて糸の下に刺します。ちょっと変えましたちょっと白でやっぱりやって、でもやっぱどうしても赤をここに入れたかったので、この白と青の隙間に今ちょっとなんか完全に取れてないんであれなんですけど、裏で絡まっちゃった。ちょっと白を今休ませてます。白を塗って、で、青と白の間に赤をちょっと入れようかなと思います。なんかたくさん入れると可愛くない？でもどうなんだろう。なんかもう分かんなくなってきたこれ目の位置かな。ちょっと目の位置を後から変えてもいいかもしれない。とりあえずちょっとこれで赤の分量を減らして、横横にちょんと入れたので、これは一旦これで終わらせて、で次は白で、斜めになんか筋が入ってるんですね。だからちょっと2本取りだとすごい存在感出ますね。
っぱ絵が細かいから1本でやらないといけない。ちょっと1本に減らします。1本取りで斜めにこうしましまになるように3本ぐらい入れるといいかな。2本も多分3本ぐらい入ってるのかな。で裏に絡めて、はい、これでツバメが出来上がりです。で風船はなんかいろいろ色が入っててもいいのかなって思うんですけど、暖色系はせっかくだから赤にしましょうかね。赤と緑で、じゃあ赤。裏に絡めて、で横横に刺します。なんか見本はロング&ショートっぽいので刺してるようにも見えるんですけど、ちょっとこれはね分けなくていいと思います。もう長さが割とそこそこある、そんなに長くないので、横で1本入れて上と下と埋めていきます。で終わったら、これも緑で横横に入れていきます。はい、ではできたので、金糸をちょっと使います。金糸はこんな25番刺繍糸みたいに長くしないで3、40センチぐらいにしておきます。でもう1本取りで、でも1本取りの針とかだと多分太いので入らないんで、なんかちょっと太い針に入れてもらえればいいかなと思います。で、そうそう、風船の中にここによく見るとなんか小さいちょぼってこのゴムのなんていうの、空気を入れる入れ口みたいなところがついてるんですけど、これも省きました。なのでもうただの丸になってます。なんか三角形のこういうのつけてもいいですけど、もうつけなかったです。で、金糸は玉留めにして、で、星だからもう星型に紙に鉛筆で星書く時のありますよね。書き順は別にいいとして、頂点をこうやってつないで星の形にして、でこれを、4箇所5箇所4箇所ですね、増やしてもいいですけど作ります。なんかこうキラッとあればいいです。そんなに綺麗にできなくても大丈夫です。でここは離れてるからちょっと裏に絡めて裏に通してで移動します。でここの星ちっちゃいんですけど大きくしてもらっていいです。もう線のだいぶ外側で作ってもらって、でないとこれちょっとちっちゃすぎて無理ですねちょっとできないので大きくする分には問題ないと思うんだよ。膜を外します。どうでしょう。大丈夫ですね大丈夫ですね。いけるいける。なのでただ次枠ができないですね。だからできるだけギリギリで切るようにした方がいいです。これを、カットしてでこっちもいるからもうクマは諦めて刺繍枠なしで
いけるかな刺繍枠なしでやるしかないかもしれない。でこれを重ねるんですよね。重ねてなんか綿入れてもいいし、入れずにそのワッペンみたいにしてもいいですって書いてあったんで、じゃあ綿を入れずにワッペンにしようかなと思います。はい、カットできました。で木工用ボンドをちょっと貼っておこうと思います。なんか中が空洞になってもいいんですけど、ちょっとつけとくと安心なので、そんなにつけないです。ただなんか縫う時に私が下手くそだからずれそうな気がして、これこうかこうですね。だから外側中表にならず、この線が出るけど、これはしょうがないかな。でこれが巻きかがりブランケットステッチっていうのをやるってことですね。こういうの何本取りでやった方がいいんだろう。6本取りでやってみましょうか。同じ色がいいかなと思います。なんかわざと色入れても可愛いですけど、なんかガタガタになったりとかした時に結構目立つので、失敗がないかなと思います。で結構間空いてて、普通のブランケットステッチをやっている感じですね。詰めてやるとボタンホールステッチって言って、ボタンのボタンホールを作る時に使うステッチになるんですけど、これだとどっちがいいの？ザクザクやるとなんか可愛い感じ、手作り感が出るかな。で綺麗にこうつるっとした感じにしようとすると詰めてやった方がいい。どっちにしよう。開けます詰めるのなんか大変そうだから、これぐらい針1個分か2個分ぐらい開けることにします。ブランケットステッチは右利きの人は右に進むと楽ですね。だから左利きの人は左に、これをちょっと鏡反転させてもらって左に進むといいと思います。糸を上にしておいて、そしたらこう刺すだけで済むので。もっとなんか漂白剤っぽい白にすればよかったですね。まあいいや、これでいきます。はい、出来上がりました。ちょっとブランケットステッチがだんだんやってるうちに幅が広くなってきたんですけど、愛嬌っていうことで、裏はこんな感じですね。なんか中がまだボンドちょっと乾いてないんですけど、ボンドが乾くとちょっと硬くパリッとした感じでこうなるかなと思います。もともとフェルトが平べったいんで硬くはなるんですけど、でここに安全ピンとかつけるとブローチにもなります。今日はこれで完成っていうことにしようかなと思います。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではさようなら。